皆さんこんにちは、アイアンウッドです。ANA 特典航空券予約のポイントに関して11個のね、私、ポイントを挙げてるんですけども、おさらいをして前回ね、この1から10に関しては解説をしております。過去動画見てない人はね、前回の動画、それから去年の春から夏にかけて、これ8回に分けてね、もうぐどぐど話してますんで、合わせてそちらもご覧ください。で、今日はね、11番。これ非常に大事なんです。変更のルール。で、変更がなんで大事かって言ったらね、この1番にかかってくるんです。何かっていうと、ANA 特典航券はっきり言って取りにくい。めちゃくちゃ取りにくいです。なのでね、もう予約が可能になったらすぐ取らないと、正直言うて、もっぱ思ったような日程取れないです。で、そのためにはね、当てでね、355日前に予約をしたものを変更をかけて自分の思う、日程に、変えて登場する。このパターンがね、もういわゆる裏技として多くの方紹介してますけど、裏技じゃなくてもそれマスターしないと正直言って取れないです。なので、変更のルールきちんと覚えておかないと、この段階で適当なチケット取って、変更のルールに引っかかるような、ね、チケット取ってたら、変更できなくなっちゃう。なので、変更のルールをきちんと覚えてください。変更のルールに関しては、昨年の動画で、ぐだぐだ、話してるのがあります。ルールはそちらでね、過去動画でご覧ください。今日は私がね、その後ですね、いわゆるうろ覚えだったこと、加減だったこと、ちょっとその動画の中でちょっと間違ったことを話していること、それと、こんなこと運用ルールとしてあるのっていうことが起こりましたので、それを実際の私が取ったチケットをもとにご案内をします。で、今からね、お見せするのは、本邦初公開。僕もう一個実はね、特典航空券取ってるんです。そちらのチケットというか、ANA のサイトでね、私のマイページをご覧ください。で、発見したのがいつぞやね。発見したのが2024年の8月の25日です。大方の方、お気づきになると思いますけど、このタイミングやったら盆休み取ったんやな。そうです。2025年の8月の9日に高松空港から東京に行って、で、深センが台北、で、大阪、関西に行きます。で、ここでオープン上空港を帰るのとストップオーバー24時間を超える乗り継ぎをいたします。8月の12日、今度東京出発でクアラルンプール、シンガポール、上海でまた東京に帰ってきて高松に帰ってくると。これが何ぞやって言ったらね、ここで縁を切るチケット、東南アジア前半戦後半戦2往復のチケットになります。で、これね、2往復って言いながら、もう連続した日程じゃないですか。で、実際この連続した日程のまんま乗ろうとは思ってないんですよ。で、何かって、お盆休みに一旦、深セン、台北の弾丸ツアーをやると。で、これ実際今から変更をかけて、8月じゃない、もっと先のね、日程に変えて、クアラルンプールの旅行を楽しもうっていう日程に、これを今から変更かけていくんですわ。そしたらね、この変更、大丈夫なんっていう話なんですね。その話をちゃんとしとかないと、これ、実際は本当はね、8月だったら僕もこれ発見してるから乗れるんですけど、これ9月とか10月に変えたら本当に乗れるんっていうことに関して、いい加減にやっぱ今まで覚えてたんですね。ANA のコールセンターに電話する機会がありましたので、聞いたらね、はっきりね、明確に教えてくれたので、そのあたりをお話しいたします。で、何が問題になるかなんですけども、ANA 特典航空券の有効期間は1年間です。で、何をもって1年間ってするかっていうと、出発日なんですね。出発日が2025年の8月の9日です。これちょっと2025って書いてますね。で、この日から1年以内に最後の
この高松へ帰ってきとかないかんですね。ということは、このチケット最大2026年の8月の8日までに高松空港に帰っておけば OK です。ということは、ここのストップオーバー時間ですね。今1日しか取ってませんけど、最大11ヶ月半ぐらい取れるんですね。そんだけ取るかどうかはね、別問題としてね。一応ルールを覚えておかないとダメです。で、あれとしたらですよ。無限ループで変更できるん違うんね。出発日を後ろにずらせば、この有効期間ってどんどん伸びるんじゃないのかなっていう疑問が起こったんですね。そういうふうに思う人は僕だけかもしれないんですけども、ね、おかしいでしょ。そしたらもう一個ね、関門があった。二つある。発見日が問題になります。発見日が2024年の8月の25日です。ここから1年以内にこれをスタートせないかんです。僕ね、355日前に発見かけてますから、355日前に発見をかけて、1年、ね、発見日から1年ということは、せいぜいこれ遅らしても1週間、2週間しか後ろずらせれないんです。ですから、2025年の8月の25日に高松空港出ないと、このチケットは無効になります。ですから、最大伸ばせて、この間が1年。それから、この下のね、最後の、ちょっと下までいかないんですけど、はい。ここまが1年っていうことは、ほぼほぼ2年ですね。予約をした日から旅行の完結まで2年間が有効になるんだっていうことを、まず覚えておいてください。ということでね、そしたらこれ僕どうしようと思ってるかなんですね。これ、本来は私これね、10月の末に行こうと思ってるんですよ。で、10月の末に予約をしたら、そんなややこしいことする必要ないんですね。ちゃんとこの通り思った通りの日程発見できるんですけど、10月の末の段階でお盆休みのこのチケットは残ってないんですよ。なので、8月のこのチケットが取れるタイミングで一旦、いわゆる当ての日程で予約をかける。で、その後でね、ほとぼりが冷めるとあれですけど、この10月の後半戦の355日前ですね、が来た段階で、ここの東京からこっちの下側を変更かけるっていう手順が必要になります。で、今回ね、行きがエコノミー、帰りがビジネスにしたんですけども、理由が2つあります。1つは私が持ってるマイルが、5万、この時ね、5000ぐらいだったんですよ。で、必要マイル数がね、ここにあるんですけども、ビジネスクラスで東南アジアゾーン A を往復すると、6万3000マイルかかります。で、エコノミーだと3万8000なんです。で、今回のように、行きエコノミー、帰りビジネスだと、これとこれ足した半分、5万500になります。これだと僕ね、持ってるんです、マイル。で、6万3000だと僕持ってないんです。っていうのが一つ。もう一つは、お盆休みです。ですから、エコノミーだと結構ね、なんというかな、狙った都市を周遊が可能ですね。ビジネスにこだわると、もう空き探すのが大変。もう争奪戦、この8月のこの10日の355日前から争奪戦は始まってるわけです。ところが僕が取ったのが13日の、355日前でしょ。ということは3日ね、お盆休み狙ってる人より僕は予約した日には遅いんですよ。でこの3日の間にね、このビジネスはっきり取られちゃいます。なので、やっぱりね、行きエコノミー、帰りビジネスにしたってはそこなんですね。そっちの方が、予約はしやすいだろうと思いましたので、こうしたんですね。それから気をつける点ですね。この東南アジア2往復に関しては、出発地が高松になって、目的地がクアラルンプールになります。そしたらその間の国内の乗り継ぎ地は高松以外は OK なんです。ですから関西空港 OK、羽田空港 OK になります。で、出発をね、この高松を飛ばして羽田にした場合ね、羽田にした場合はこれダメなんです。出発地と経由地が同一はダメなの
で、羽田出発にすると、羽田で乗り継ぎできないしね、関西出発しても同様ですね、今度関西がダメになる。ですから、地方空港発だと、その心配も実はいらないんだっていうことになるんですよ。ですから、これ僕自腹でね、関西空港から自宅は自腹で帰らねかんし、東京、羽田の出発、これも自腹で行かないかんですね。これはここのチケットには載っておりません。では、有効期間の1年間、これでよくわかりましたでしょうかね。僕、正直ね、いい加減に覚えてましたんで、昨年は、この発見日から1年以内に旅行を完結せなダメですよっていう案内をしています。これが間違いですね。1年間のスタートは、旅行の出発日が1年間のスタートになります。ですから、ここから1年間有効になります。ただしですね、発見日からここの出発日は1年以内に出発せないかんっていう規定がありますので、有効期間としては、まず出発日が大事ですよと。で、出発日が決まれば、そこから1年間有効になりますよと。で、日にちとか変更は自由に聞きますので、一旦ね、この当てで取っておいて、で、これを後ろへずらすっていうことは可能になります。これで東南アジアね、2往復。場合によってどんなパターンが取れるかね。夏休み一発目行って、次年末年始、これいけますね。で、8月夏休みに関してはね、お盆休みじゃないと休み取れないっていう方じゃない方、サラリーマン結構いらっしゃると思うんですね。そしたら、まず8月の後半に一発目を行く。で、翌年の8月の前半に、もう1回ね、2回目、2往復目を行くっていうパターン可能です。そのパターンだとね、ビジネス取れると思いますね。なので、皆さんいろいろね、試してみてください。で、超繁忙期にね、ビジネスクラスに乗って、東南アジア行くのもいいし、ヨーロッパ行くのもいいと思います。なかなかヨーロッパ取れないですけど、ヨーロッパ2往復のパターンはね、超繁忙期は多分現実問題として空きがないから無理です。頑張って、本当に必死になってね、探してみてください。いいアイデアがあったら逆に僕教えてほしいんですけど、はい。というようなことになります。ではね、予約に関して、もう一個ね、僕はね、本当ね、全く知らなかったし、それからこれインターネットどこにも書いてない情報です。それを次回ご案内いたします。ではね、この情報がためになったと、ね、思われたらぜひね、チャンネル登録お願いします。もうこれ老後の楽しみで、趣味では上げてますけども、ちょっとでもね、収益になったら嬉しいんで、よろしくお願いいたします。